正直なところ、私は占いをあまり信じていません。これはどういうことかというと、皆様こんにちは。イノーガニック美獣の若子です。今日は占いのタロットについてお話をしていこうと思います。このタロットの占い方とかカードの解説というよりは、タロットってそもそも何なのかとか、なんで信じてないのにタロットカードを道具として使っているのかとか、タロットの歴史とか、あとは私が好きなタロットカードをご紹介していこうと思います。私は自分の人生は自分で切り開くものだと思っているし、今私自身がここでこういうお仕事をしてたり、こう発信しているのも全て私が選択してきた結果だと思ってるんですね。なので参考にはするけど、私は自分の人生は自分で切り開くという強い信念を持っています。じゃあなんでタロットカードを使うのかっていうと、タロットカードって自分の潜在意識にリーチするきっかけになる道具だと思っているんですね。で、タロットカードを引いた時に、これ今の私だって感じることあると思うんですけど、それって占いが当たったっていうよりも、カードに描かれている絵柄が自分の潜在意識に無意識のうちにリーチして、それがカードという外部刺激によって自分の無意識が外側に引き出された瞬間なんじゃないかなと思います。信じるか信じないかは自分次第だし、取り入れるか取り入れないかも自分次第ではあるんですが、でも一つの気づきのきっかけとしてこの占いを取り入れるっていうのはすごく面白い視点なんじゃないかなと思っています。で、今ちょうど私がしているのは、これはアルカナクリスタルのネックレスで、自分で好きなタロットの大アルカナのカードと、あとは天然石を組み合わせて自分だけのお守りを作ることもできますし、魔女にお任せで悩みがあるとか、将来的にこういう風になりたいからこういうお守りを作ってほしいっていう風にご依頼をいただければ、その内容を読み取ってぴったりのカードと天然石を組み合わせて私がお守りを調合します。で、ちょっとここから私が好きなカードを3枚ご紹介します。まず1枚目、魔術師のカードです。私がタロットを知る前に一番最初に気になったカードがこの魔術師のカードでした。で、当時は本当に全然タロットカードのことを知らなくって、なんとなくこうパラパラめくっていた時にこのカードが気になって、でこれよく見ると男の人の頭の上に無限大のマークがあるんですけど、これがタケコプターみたいで可愛いなと思って、何このカードと思ってこのカードを選びました。カードに意味があるっていうことは知ってたんですけど、一枚一枚のカードの意味っていうのは全く知らなくって、で後から調べたら、このカードの意味は自分の意思で現実を想像するとか、あとは計画的な一歩を踏み出すっていうことで、その時に自分が感じていたこととか自分の感情にすごくフィットしたんですね。ちょうど私が自分でビジネスを始めて自分で何かを作り出そうとしている感覚と、このカードの意味が示唆していることがすごくリンクして、でその時に全く私は何も知らなかったので、タロットカードってすごい魔法を持ってるんだなと思って感動しました。自分のその時の潜在意識とこのカードが持ってる意味が無意識のうちに完全に一致していたんですね。それが私がタロットカードに興味を持ったきっかけになりました。その次よく出てくるようになったカードはこちらの忍者です。で、このカードっていうのは一人でおじいさんがランプを持って暗闇の中で佇んでいるカードになるんですけど、これは内観とか自分と向き合うとか、ここに一人で答えを出すっていう意味があります。で、このカードがよく出てくるようになったタイミングっていうのがちょうどコロナの時期で、結構世の中が不安に包まれていて、私自身も今後どうしていけばいいのかわからないっていう、右も左も前も後ろも上も下も全部行き詰まってる感覚っていうのがすごく自分の中であって、で実店舗も立ち行かないし、
でもサービスは続けていかなきゃいけないし、スタッフにお給料も出さなきゃいけないし、会社も続けていかなきゃいけない限り、売り上げっていうのは立て続けていかなきゃいけないっていうところがあって、結構どうしたらいいかわからないなって悩んでた時期があったんですけど、そのタイミングでよくこのカードが出てくるようになりました。なので、これは今は一人でじっくりと考え続けて答えを出していかなきゃいけない時期なんだなって私は受け取って、その時にこの忍者を自分のこのアルカナクリスタルのネックレスのカードにして、その時はいつもつけていました。そして私の好きなカード、好きっていうのはつまり私にすごくインパクトを与えたカードでもあるっていう意味なんですけど、3枚目はこちら、塔のカードです。でこの塔のカードは一番最初見た時すごいカラフルで可愛いなと思って、お客様にもこのカードカラフルで可愛いですよねって言っておすすめしたこともあったんですが、タロットについて学びを深めれば深めるほど、実は怖いカードだったんだって後から知ったんですね。でこれは塔に雷が落ちて上から人たちが落ちてくるっていうカードになるんですけど、突然の変化とか崩壊とか破壊とか、そういうとてもインパクトのあるカードです。多くの人が引きたくないっていうカードだと思います。ただ私にはすごく大きなきっかけを与えてくれたカードで、一回タロットカードを占い師の先生の下で学んで、その後また最近学び直したんですね。そのタイミングでこの塔のカードが出てきて、今まで積み上げてきたものを一旦崩さないと次へ進めないというメッセージとして受け取りました。でそのメッセージは、これからイノーガニック美獣をどうしていこうかなっていうのを再び悩み始めたタイミングで出てきたカードだったんで、自分にすごく深く突き刺さったってことは、おそらく潜在意識の中で今のままじゃダメなんじゃないかなって思っていて、それをこのカードが出てきたことによって後押ししてくれたので、このカードのおかげでイノーガニック美獣の根本を見直すことができたと思っています。でこういう感じで自分のお守りとして身につけています。でタワーのカードってすごく怖いって言われてますけど、塔が崩れた後には必ず新しいものが立つので、破壊っていうのは怖いですが、破壊がなければ再生もないと思っています。なのでその破壊っていう変化を受け入れられた時に、ものすごくこのカードっていうのは力強い味方になってくれると信じています。ということで今日はタロットカードについてお話ししました。私は占いは当たるか当たらないかではなくって、自分の中にある答えを引き出すための道具として使っています。信じるかどうかは自分次第ですが、一つの視点としてこの占いっていう道具を持っておくっていうのはすごく面白いですし、人生の見方が広がるんじゃないかなとも思っています。魔女のお店が開く日は LINE に登録してくださった方に一番にご案内しています。概要欄に詳細を載せていますので、ぜひお友達登録してください。ではまた次回もお話しします。ありがとうございました。